これが事件の真実だ。被害者の死体が発見されたのは今朝、夢野さんのマジカルショーの最中だった。夢野さんが飛び込んだ水槽にピラニアが注ぎ込まれた時、僕たちは夢野さんが脱出に失敗したと思って慌てた。結果的に夢野さんの水中脱出は成功したけど、アンジーさんが水槽のカーテンを開けた瞬間、僕たちの目に入ってきたのは水槽の中に漂う星君と、それに群がっていくピラニアの姿だった。驚く僕たちの目の前でピラニアは一瞬にして星君の体を食い漁った。そして残ったのは彼の骨と彼がつけていた手錠だけだった。この驚愕の光景こそが犯人の奇想天外なトリックの仕上げだったんだ。殺害時刻と殺害場所を誤認させ、夢野さんに罪をかぶせるという計画的犯行のね。事件の本当の始まりは昨日の夜午後8時55分頃に遡る。マジカルショーの準備中だった体育館で犯人が一人きりになるチャンスが訪れた。そこで犯人は体育館にあった脚立を使ってピラニアの水槽に近づくと、ガラス板で作られた蓋を外してその水槽の中に入れた。それを仕切りにして水槽の中をピラニアがいる空間といない空間に分けたんだ。次に犯人は体育館の舞台袖にあったロープを持ち出すと、再び脚立を使って今度は体育館の窓に向かった。そこで犯人はカーテンと上下2つの窓を開くと、その窓枠にロープの先端を結び、そのロープを体育館の外にあるプールに向かって投げ下ろしたんだ。この体育館での準備が犯人が描いた奇想天外なトリックの重要な布石なんだ。そして夜時間、深夜午前0時過ぎに犯人は星君をテニス選手の研究教室へと呼び出した。殺人計画を実行に移すためにね。まず犯人は星君の不意をついて彼を気絶させた。おそらく背後から殴ったりしたんだと思う。そして気絶した星君の両手にシャワールームにあった手錠をかけると、水を溜めたシンクに彼の頭を突っ込んだ。
水に沈められた苦しさで星君は目が覚めてもがいて抵抗したはずだ。犯人はその抵抗を見越して星君に手錠をかけていたんだ。その形跡は手錠とシンクの両方に傷跡として残ったけど、抵抗虚しく星君は殺されてしまった。けど犯人のトリックはここからが本番だった。犯人はテニスネットからワイヤーを引き抜くと、それを研究教室の窓からプールに向かって垂らした。そしてプールに向かうと、体育館の窓に結んだロープをワイヤーと結んでから、もう一つの道具を手に再び研究教室へと戻ったんだ。もう一つの道具、それはプールの用具室にあったゴム製の浮き輪だ。そして研究教室に戻った犯人はワイヤーを手繰ってその先に結ばれたロープを引っ張り上げた。そのロープをピンとなるまで引っ張った上で研究教室の窓枠に結びつけて、体育館の窓枠と研究教室の窓枠を一本の長いロープで繋いだんだ。さらに持ってきた浮き輪の取っ手に別の短いロープでハンガーを作ると、窓枠同士を繋いだロープに浮き輪を吊り下げた。こうして犯人はトリックの要となる死体を運搬するためのロープウェイを完成させたんだ。だけど犯人は知らなかった、この後2つの誤算が起きてしまうことを。犯人は星君の死体と共に浮き輪に乗り込むと、体育館の窓に向かって滑り降りていった。研究教室の窓と体育館には高低差があるから結構なスピードが出ていたはずだ。そこで犯人は体育館の窓に激突しないようにブレーキを使ったんだ。それは犯人自身の手だ。ロープを掴んでその摩擦で減速させたんだよ。それが可能だったのは犯人は手袋をしていたからだけど、そのせいでボロボロになった手袋の一部がプールに落ちてしまったんだ。それでも体育館の窓にたどり着いた犯人はピラニアの水槽に星君の死体を入れた。水槽に仕掛けておいたシキリータはその死体をピラニアに食べられないようにする役割と、密度の上がったピラニアの群れで死体を隠す役割もあったんだ。そしてあとはロープをほどいて浮き輪を回収するだけというところで、犯人にとって2つ目の誤算が起きてしまったんだ。片方の取っ手のロープが勝手にほどけて浮き輪がプールに落ちてしまったんだよ。その結果犯人は手袋の破片と
浮輪という2つの重要な証拠を現場に残してしまったんだ。しかもそれらは回収したくてもできなかった。夜時間はプールの遊泳禁止という校則でね。これが全ての真実だよ。そうだろ？超高校級のメイド東条ひるみさん。